れは何だろうね。あ、すごい。スレッズはもう1周年なんですね。なんかすごい世界に1枚だけのなぎこアカウント、なんだ、スペシャルスレッズカード。かわいい。こんな1周年か、早いですね。皆さん、私もスレッズやってんでフォローしてください。はい。なるほどね。はい。で、今日はですね、先日正式に発表された、これ、やり直します。これ、じゃーん。ディラックス8。これについてちょっとせっかくなのでお話をしてみようと思います。はい。というわけでこちらが Deluxe8 でございます。発売日が2024年7月20日予定。価格は28万6,000円で、現在予約受付中です。で、私、ライカの公式のウェブサイトにドドドーンと出ておりますので、まだ見てない方はぜひ見てみてください。Deluxe8 で撮影した作品もたくさんご紹介いただいてます。で、この Deluxe8 というカメラなんですけど、この Deluxe シリーズっていうのは、ライカの中でも、マイクロフォーサーセンサーのコンデジがこの Deluxe シリーズっていうやつなんですね。で、前のモデル Deluxe7 が発売されたのは2018年の12月とかみたいなので、新しいモデルが出たのは5年半ぶりぐらいみたいです。はい。じゃあちょっと全体を見ていきましょう。で、やっぱり今回注目をされてるのはやっぱこのデザインが一新されたってところですかね。非常にライカ Q3 に似たよりライカらしいデザインに仕上がっています。これライカ Q3 のね隣に並べると兄弟みたいでめっちゃ可愛いんですよ。ベイビー Q っていう感じですね。で、この辺りのテクスチャーもライカ Q3 に用いられてるダイヤモンドパターン、多分同じものなのかな。それが採用されて、かなり質感も高くてかっこいいです。かっこいいは正義だと思います。ざーっと見ていくとこんな感じです。はい。で、このレンズは前のモデル Deluxe7 と変わらず、ライカ DJ バリオズミルクス 10.9 から 34mm F1.7 から 2.8 っていうズームレンズがついてます。35mm 換算すると 24mm から 75mm です。いろいろ一番使いやすいオールマイティな焦点距離だと思います。で、ズームレンズなので電源を入れるとこんな感じでニュッと伸びます。ズームするとここまで伸びますね。結構ゆっくりな感じで、レンズ周りはこれも Deluxe7 とはもう変わらないと思うんですけど、ここに、アスペクト比変更レバーというものがついてまして、ここでアスペクト比を変えることもできます。面白いですね。ここがフォーカスリング。これが
絞りリングです。で、こちら側に、ここにフォーカスモードの変更レバーがこうついてます。私もほとんどマニュアルで撮ってますね。で、センサーが変更されてまして、Deluxe7 は高感度 MOS センサーだったらしいんですけど、こちら Deluxe8 は CMOS センサーになって、画素数は変わらないのかな。2100万画素。有効画素数1700万画素ということです。動画は 4K30p までいけるらしいんですけど、ちょっとまだ私はトライしたことがないです。で、そこにはこんな感じで三脚穴がありまして、ここがバッテリーとメモリーカードが入るようになっております。はい。で、こっち側は何もなく、こっち側には、端子がここ2つあります。で、上がマイクロ USB じゃなくてマイクロ HDMI で、下が、USB Type-C になってます。これはどうやらUSB3.1 の Gen 1らしいですね。はい。ただ、どうやら、急速充電にはですね、対応はしてないみたいです。PD って出ないので。まあでも充電とは私はいつもここで、もうタイプ C でやってますね。上の面はこんな感じで、ここに、アクセサリーシューがついてまして、これがシャッタースピードのダイヤル。で、シャッターボタン、ズームレバー、電源ボタン。で、前まではここに露出ダイヤルがついてたらしいんですけど、これがいろんな機能に割り当てられる、好みの機能に割り当てられるファンクションダイヤルというものになってます。私このカメラはマニュアルで撮ってることが多いので、ここに ISO を割り当ててますね。で、背面。この背面もまさに旧っぽいっていうか、そんな感じがすると思うんですが。ビューファインダーがあって、ボタンがここに2つ。こちらにボタンが1、2、3、4つ。非常にシンプルなデザインになっております。液晶はですね、完全に動かないです。固定式で、チルトでもバリアングルでもありません。ここ割り切ってるからすごいコンパクトなサイズにまとまってるのかなと思います。すごいこのシンプルな操作系なんですけど、このメニュー周りの UI も確か Q3 とかから採用された世代の UI デザインみたいで、非常にシンプルで使いやすいなって思いました。で、この上のこのアクセサリー集なんですけど、ここにですね、付けられるこんなかわいいフラッシュが付属してます。これをですね、ガチャッとつけると、こんな感じでフラッシュ撮影もできるようになってます。結構かわいいですよね、これ。フラッシュつけて使うのも結構面白い写真が撮れるので、おすすめです。夜とかね。こんな感じで。はい。これも付属品の一つでついてますね。あとは Deluxe7 と比べて新しくなったとこは多分このビューファインダーですかね。これね、OLED の240万画素の電子ビューファインダーついてるんですけど、結構ね、綺麗なんですよね。映るかな。こんな感じのね、結構綺麗なファインダーがついてます。なので覗いて
撮るのも楽しいです。あとは、今回の Deluxe8 は、DNG、ローでの撮影ができるようになってます。私はこのいつも LJPEG、DNG っていう JPEG とローを同時記録するモードで撮影をしてます。作例とかで出してるのはほとんどDNG で撮ってライトルームで編集してる写真です。はい。あとは、これはまあ今、新しいカメラはどんなカメラでも対応してると思うんですが、このライカフォトズっていうアプリでデータ転送とリモート撮影ができるようになってますね。はい。私はいつもこれ使って、写真取り込んでライトルームに読み込んで、ちゃちゃっとここで現像して、ストーリーズにアップするみたいなことをよくやってます。これはやっぱ地味に便利ですね。はい。で、実際私このカメラもう1ヶ月以上、2ヶ月ぐらいかなはもう使っているんですけど、実際に使ってきていいなって思ったこととしては、まずやっぱ一つ目は小さくて軽いは正義だなっていうとこですね、やっぱり。はい。重さは、バッテリー込みで 397g なので、まあ 400g ぐらいです。本当にバッグとかにポイッと入れておいても、もう全然苦にならないサイズ感です。まさにエブリデイキャリーという感じ。で、このサイズ感なんですけど、iPhone 15 Pro と並べてみると、こんな感じ。で、マイクロフォーサーズの個人的名機というとですね、このパナソニックのルミックス GM1。ちょっとだいぶボロボロなんですけど、私が昔愛用してたカメラです。これと、比べると、まあさすがに一回りぐらい大きいのかな。こんな感じですね。まあ一回り大きいかなっていう感じです。はい。でもこっちは手ブレ補正が入ってない。ディラックス8はちゃんと手ブレ補正も入ってます。さらに、まあここにある富士フィルムの XE4 とかを並べるともう全然小さいです。で、2つ目はコンデジなんですけど、コンデジらしからぬコンデジというか、もちろんですね、この絞りリングをこの A にして、シャッタースピードをオートにして、ISO もオートにして、こうすればもうフルオートで撮れるわけですよ。これ一番簡単な使い方ですよね。まあ私だと ISO を設定して、シャッタースピードを設定し、絞りを自分の撮りたいイメージに合わせて調整し、シャッターを切り、そしてローの写真をライトルームに送ってライトルームで現像して仕上げてみるみたいなこともできて、なんかこうオートで超気軽に撮るっていうところから、フルマニュアル撮影してローで現像みたいなところまで、この小ささで楽しめるのはすごく楽しいなって思いました。まあ最近のね、高級コンデジはみんなそうかもしれないんですけど、はい。なので初心者の方から、玄人の方のサブカメラまでおすすめできると思います。はい。で、3つ目は、やっぱこの EVF が綺麗で覗くのが楽しいっていうとこですかね。ファインダーを覗いてカメラで撮る楽しみっていうのも体験できる小さないいカメラだなと思いました。あとはあれですね、すごいね、このレンズ意外と寄れるんですよね。ここ
オートフォーカスだったらここをマクロモードにカチッとして広角にすると、例えばこのぐらいまで寄れる。めちゃくちゃ寄れるんですよこのレンズ。でやっぱ 35mm 換算24から75っていうのもやっぱ街中とかで持ってて非常に万能な価格で使いやすいです。でとっても気に入っている D-Lux8 なんですけど、まず少し気になっている点ももちろんありまして、一つ目は立ち上がりがちょっと遅いっていう。レンズがですね、パワーズームで手動で繰り出すってことできないので、やっぱりこのレンズが出てくる時間の分立ち上がりが結構時間かかるんですよね。もうちょっと早くなんないかなっていうのはよく思います。電源切るのもね若干時間がかかるんですよね。あと2つ目は電源入れた時に基本的にはこの 24mm の状態でこう電源が入るんですよね。このねデフォルト値を設定できるようになったらいいのになっていうのを思います。例えば 50mm に設定して立ち上げるようにするとか、あとは電源切った時の焦点距離の情報が記録されて、次回立ち上がる時はその焦点距離で電源が入るとか。あとこれ結構このズームもゆっくりで、かつこう 50mm、40mm とかそこの間の数値の焦点距離で撮ろうとすると結構調整するのが大変なので、なんかここのデフォルト値をいくつか設定して設定した任意の焦点距離にパッパッパッとこう調整してくれるみたいな機能がついたらいいのになっていうのを思ったりします。ちょっとねのんびりちゃんな感じはします。はい。あとはですね、先ほどもお話ししたこのライカフォトズアプリなんですけど、転送スピードがあんまり速くないんですよね。なぜそれを思ったかというと、この間までライカ Q3 を借りていて、それのスピードむちゃくちゃ速かったので、ちょっと Q3 よりはだいぶ Wi-Fi なのかなのこう通信スピードが遅いかもっていうのは思いました。とはいえ全然使える速さではあるんですけど、 Q3 とやっぱ比べちゃうと若干通信が遅いかなっていう感じはします。ちょっともしかしたらこの私が持ってる D-Lux8 が評価器だからかもしれないんですけど、 Q3 持ってる方もしかするとちょっとあれ通信が遅いなって思う方もいらっしゃるかもしれないですね。いやでもとても気に入って、ほんと最近やっぱ楽ちんなのでこればっか持ち歩いてしまってますね。あと一点ちょっと考えてるのはストラップどうしようかなっていうところで、このエッセンシャルカメラストラップをですねつけていたんですけど、若干この軽さのカメラにはトゥーマッチな感もあるというか、全然いいんですけど、なんかもう少し軽やかでこの本体の小ささを損なわないようなものが欲しいなっていうのを若干思っていて、この間オブジェクツ IO のチームの人たちと会う機会があったのでいろいろ喋ってて、ハンドストラップめっちゃ欲しいっすって話をしてたので、もしかしたらこういう小さいコンデジにぴったりのハンドストラップがいずれ登場するかも。なので交互期待かもしれないです。やっぱねこの裸の状態だとこういう小さいバッグにですね、もう全然こうやってポンって入っちゃうんですよね。これでも全然余裕っていう、このぐらいのサイズ感ですごく持ち歩きやすいんですけど、これにねやっぱストラップつけちゃうと
まあこんな感じになるわけなのですが、これ首からかけてね、こう撮影スタンバイ状態で持ち歩くにはやっぱすごくいいんですけど、ちょっとねバッグに入れようとした時とかに、まあストラップが単純に場所取るよねっていうねことで、こういうちっちゃいバッグに基本は入れて持ち歩いて、取りたい時にさっと取り出すみたいな使い方の場合は、まあ、ハンドストラップみたいなものがやっぱ使いやすいのかなっていうのを最近思っていた次第です。はい。というわけで D ラックス8でした。今日はこいつを連れて出かけます。よいしょ。中華街に来たのは CP プラスぶりな気がする。36度らしいです。死にそう。日傘が欠かせない。せっかく持ってきたのに充電するの忘れてたよ。電池持つかな。CP プラスの時は 100% 入れない。パシフィコ横浜の駐車場に入れた。東京現代に来てみました。エスプレッソトニックウォーター、美味しいらしい。豆を買ってきていただいた。